今日は埼玉でお世話になった義理の姉ジュリエットさんのフィリピン料理を紹介しましょう。これはサラダ、そして春雨を使ったパンシットビホンですね。パンシットは麺料理全般を意味するようです。フライドフィッシュ豆腐&ベジタブル。特にフィリピン料理というわけではありませんが、お魚を焼いたものと豆腐サラダを作っていただきました。ポテトキャロッツ&パプリカ、炒める with egg。これも特にフィリピン料理というわけではありませんが、ジュリエットさんのオリジナルで、じゃがいもと人参、パプリカを卵で炒めてフィリピン風に味付けしたものです。パンシットピホン、先ほどの春雨を使った焼きそばのようなフィリピン料理ですね。とても美味しいです。ギナタンラングカ、ジャックフルーツ with ココナッツミルク。ジャックフルーツをココナッツミルクで調理したフィリピンの伝統料理。ジャックフルーツの代わりにマンゴーを使ったギナタンのレシピを昨年紹介しましたので、そちらもご覧ください。ギニサンムンゴ、ムングビーンズ。これもフィリピン伝統料理の一つ。豆料理はタンパク質豊かで大好きです。チキンスープ with そうめん、ユガオ&フライドガーリック。ティノーラに似ていてチキンティノーラかと思いましたが、そうめんが入っていて、ジュリエットお姉さんのオリジナル料理ですね。美味しかったです。フライドバナナ&ポテトオムレット with カニカマ。フィリピン料理というわけではなく、私が天津飯を作った時に買ってきたカニカマの余りをジュリエットさんが卵でとじたそうです。調理用バナナを使っています。はい、いただきます。フィリピンのバナナ焼いて、これは何ですか？これはイカ玉の。イカ玉、フィリピン料理。日本のこの間の缶詰のカニ。はい。ああ、いただきます。卵入れて、バナナ。これ焼いた油で揚げたの。甘いです。この調理用のバナナは昔フィリピンに行った時から好きで、芋のような感覚でおかずとしてもおやつとしても美味しく食べられます。フィリピン料理はスペインや中華料理の影響を受け、海産物、お肉や卵などタンパク質もたっぷり満足。ココナッツや果物、南国の食材も豊富で甘めのものが多く、私の大好きな料理です。これは特に塩も何もかけないで。一番は砂糖。これはかかってないです。かかってない。十分甘いです。
写真には撮れませんでしたが、ルンピアという春巻きも美味しかったです。他にもフィリピンにはピナクベットやカレカレなど美味しい料理がたくさんあります。ぜひ皆さんも機会がありましたらフィリピン料理を試してみてください。昭和レシピチャンネルでもフィリピン料理のレシピを紹介していきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。このサブチャンネルも登録よろしくお願いいたします。またメインチャンネルも登録、そしてできれば月額49セントのメンバーシップにも登録して応援いただければ幸いです。今後とも昭和レシピチャンネルをよろしくお願いいたします。では、nos vemos. Chao, chao.